留学していた娘が明日から入社するんだ。首と左遷、好きな方を選べ。突然の言葉にすぐには理解できなかった。社長から気に入られてるとは思っていなかったが、急にそんなことを言われて困惑してしまう。なぜ突然そんなことを言われるんですか？娘の出身大学は有名な大学だし、海外留学で英語もしっかり話せる。こんな優秀な人材が会社に来るなら、老いぼれのじいさんが一人いなくなったところでな。娘の自慢をしつつ、俺のことは不要だと言いたいらしい。この時点で俺を単純に追い出したいだけなのだろうと理解した。理由なんか適当に取ってつけたもので十分なのだ。今まで俺がどれだけ社長の尻拭いをしてきたと思っているのか。まあいい。わかりました。退職しますね。もうこんな日々にも疲れていたところだ。そちらからそう言ってもらえるならちょうどいい。クビにされて困るのは俺の方だと思っているようだが、本当にそうだろうか。俺の退職を喜ぶ社長をスルーして、俺は社長室から出て行った。俺の名前は畠山孝之。老舗の食品メーカーに長年勤めており、生産管理部の責任者という立場を任されている。うちの会社はかなりアットホームな雰囲気でみんな仲がいい。畠山くん、変わりなくやってるかい？社長、こちらは変わりなくやってます。お気遣いありがとうございます。社長もトップの人間なのに偉そうにしないし、俺たちにもとてもよくしてくれる。そんな社長は俺の尊敬する人物の一人だ。俺は社長を見習うべく、現場との人間関係を大事にしながら働くことで、他の従業員といい関係を築けていると思う。毎日楽しく会社のみんなと協力して仕事をする毎日はとても充実していた。しかし、そんな楽しい日々は突然終わりを迎えた。社長が病に倒れてしまったのである。社長には子供がおらず、何かあった時のための後継ぎ問題には社長自身頭を悩ませていたが、結局解決しないままであった。社長の回復を社員全員で祈っていたものの、社長はそのまま息を引き取ってしまった。社長がいなくなって、これからどうなるんだ？なんか、この会社大手メーカーに買収されるらしいぜ。会社の行く末がわからず不安に思っていたところ、同僚が買収の話を聞きつけたらしい。なんだよそれ。なんでも、社長の親族がうちの役員たちと話し合って決めたんだと。突然の話に戸惑うも、その戸惑いが解決するよりも前に、同僚の言った通り、会社は大手メーカーに買収され、子会社として運営されることになった。そして親会社からやってきたのが、新しい社長になった小暮社長だ。小暮社長は親会社の社長の甥っ子だという。古臭い会社だな。会社の中だけ昭和時代かよ。会社に入って早々、会社の雰囲気が古臭いと馬鹿にしてくる。なんてことを言うんだ。ファーストコンタクトから大事に思っている会社をけなされ、俺を含め社員一同小暮社長に不信感を持った。俺はな、古臭いものが嫌いなんだよ。やっぱりみんな新しいものが好きだろ？会社もこんな古臭いままじゃダメなんだ。何かにつけて小暮社長は会社の雰囲気に文句を言い、会社の雰囲気を変えようとしていた。好き勝手に会社のいろんな点を変更していた小暮社長だったが、しまいには会社のロゴ変更まで独断で行ってしまう。会社のロゴといえば会社の顔のようなものである。俺のように長年勤めている者には愛着もある。さすがにあまりにも社員のことを考えていない行動に、
俺を含め他の従業員も憤りを感じている。会社のロゴまで勝手に変えるなんてさすがに。俺らの意見なんて何にも聞いてくれないよな。前の社長だったら。日々俺たちは我慢していたものの不満がどんどん溜まっていく。しかし俺たちの不満を知ってか知らずか、小暮社長はどんどんヒートアップしていった。いきなり年配の人たちを適当な理由をつけて解雇し始めたのだ。ある人は休みが多い。ある人は会社の求める労働時間に満たない時間しか働けないなど、理由は何でもよかったらしい。古臭いということが嫌いな小暮社長は年配の人も追い出したかったらしい。小暮社長、こんなに立て続けに従業員を解雇していたら、今までのようなペースで生産できなくなります。俺は生産管理部の責任者として小暮社長にそう告げた。いやいや、のろまな会社のお荷物老人たちがいなくなったんだから、どうにかなるっしょ。小暮社長は全く意味のわからないことを言ってくる。小暮社長が解雇したのは長年勤めてきたベテランさんたちですよ。あの人たちがいたから今までの生産量がこなせていたんです。俺は再度訴えたのだが、俺の発言は完全に無視された。はいはい、そんな言い訳はいいから働け。あと、生産量が維持できないなんて認めないからな。とにかくやれ。小暮社長はそれだけ返事をしていなくなってしまった。しかし今のままではそのうちどうにもならなくなってしまう。今も残っている従業員が残業をしたりしてくれているからなんとかなっている。だがこのまま毎日のように残業を続けていくわけにもいかない。俺はその後も小暮社長のもとに考え直すよう訴えに足を運んだ。その話は前にもしただろう。とにかくしろ。先日も従業員をまた一人解雇しましたよね。もう現場はいっぱいいっぱいなんですよ。辞めた老いぼれの代わりに若いやつを雇えばいいだろう。今の現場にはその余裕すらないんです。わからないんですか？小暮社長は現場のことを全く理解しようとしていない。新しい従業員を入れたところで今の現場では仕事を教える時間すら惜しい。こんな環境だと新しく入った従業員も労働条件が過酷すぎて辞めてしまう。現場のことを理解していれば誰だってそう思ってしまうような状態だというのに、小暮社長は現場に足を運ぶこともほとんどしない。その後も俺は小暮社長のもとに何度も足を運び話をしたのだが、同じ話の繰り返しで時間ばかりが過ぎてゆく。あまりの俺のしつこさに小暮社長に煙たがられ、最終的に会う時間すら作ってもらえなくなってしまった。現場の状況を責任者として伝えたくてもそれすらさせてもらえなくなってしまった。そして子会社として買収されてから1年が経過する。その後も小暮社長に辞めさせられてしまった従業員もいれば、小暮社長についていけないと辞めてしまった従業員もいる。どちらにしてもかなりの従業員が辞めてしまい、以前から残っているベテランの社員たちは俺を含めても数人程度。みんなギリギリの状態で毎日頑張ってくれている。しかしこのままではどうにもならない。そんな時、珍しく小暮社長から呼び出され、何事かと社長室へ向かう。失礼します。社長室をノックし、社長室に入ると見たことがない若い女性が小暮社長と一緒にいた。おう、来たか。何かご用でしょうか？ああ、これは俺の娘のみゆきだ。小暮社長と一緒にいた若い女性というのは娘のみゆきさんらしく、先日海外留学から帰ってきたという。みゆきは明日からこの会社で働くことになった。そうなんですね。
みゆきさんよろしくお願いします。小暮社長の娘さんということで、一応丁寧に挨拶をしたが、みゆきさんはこちらを見ることもなく返事すらしない。みゆき、明日からこの畠山に仕事を教わりなさい。先ほど俺に全く反応を示さなかったみゆきさんが、小暮社長の言葉に眉根を寄せて露骨に嫌そうな顔をした。私の教育係がこの人？じいさんじゃん。もっと若くてかっこいい人にしてよ、パパ。やっと口を開いたと思ったら、俺のことをじいさん呼ばわりとは、若いといえども一般常識がないように感じてしまう。そうか、しょうがないな。しかし、小暮社長はそれに注意することなく、何やらわざとらしくそう言ったかと思うと、俺の方を見て衝撃の言葉を口にした。畠山、首と左遷どっちがいいんだ？は？確かに俺は小暮社長から気に入られてるとは思っていなかったが、急にそんなことを言われて困惑してしまう。なぜ突然そんなことを言われるんですか？さっきみゆきも言ってただろ。みゆきは年寄りが嫌なんだとさ。もうあんた役に立たないじゃん。何ですか、その理由。信じられない。娘の一声で人を首か左遷にするだなんて。呆然とする俺に対し、小暮社長はさらに追い打ちをかけてくる。みゆきの出身大学は有名な大学だし、海外留学で英語もしっかり話せる。こんな優秀な人材が会社に来るなら、老いぼれじいさんが一人いなくなったところでな。みゆきさんの自慢をしつつ、俺のことは不要だと言いたいらしい。この時点で俺を単純に追い出したいだけなのだろうと理解した。理由なんか適当に取ってつけたもので十分なのだ。俺はずっと口うるさかったから、小暮社長も疎ましく思っていたはずだ。みゆきさんのことを口実に、俺を追い出そうとみゆきさんと画策していたのかもしれない。俺は前社長にもよくしてもらっていたし、仲間たちとも楽しくやっていたから会社が大好きだった。社長が交代してから大変なことばかりだったが、会社を存続するために奮闘していた。最初こそきちんと話せば小暮社長も分かってくれると思っていたが、何度話しても俺の話をまともには取り合ってくれない。自分のしたいようにして、その尻拭いは俺や他の現場の社員たちがする。そんな毎日を送っていると、さすがに俺だって疲れてしまう。ここ最近は意地もあってどうにか会社に残っていたものの、この会社でこの先も頑張っていこうという気概はもう俺に残されてはいなかった。この二人では俺がどんなに頑張ったところでそれを理解することも認めようともしてくれないだろう。今が会社を辞めるチャンスだとすら思っている自分もいた。わかりました。では退職します。そうか。やっとか。すっきりしたわ。小暮社長は俺の意思を聞いて嬉しそうにそう言った。パパ、これからはもっとかっこよくて若い男の人を会社に入れてよね。たく、みゆきはわがままだな。ちゃんと働けよ。イケメンがいたらめちゃくちゃ働くわよ。俺なんていないかのように親子で盛り上がる小暮社長とみゆきさん。こんな親子にもう付き合っていられない。では、失礼します。俺の退職にはしゃぐ二人をスルーして、俺は社長室から出て行った。その後の俺は、みゆきさんの希望通り、若くてイケメンの男性に引き継ぎを進めてゆく。本当に辞めちゃうのか？ああ、小暮社長たちは俺が邪魔らしいな。もうさすがに俺も疲れたよ。お前がいなくなったら、今まで一緒に頑張ってきたのに。
会社に残っているベテランたちは俺が会社を辞めるのを惜しんでくれた。もう会社に残っているベテランたちは一握りだ。俺が辞めるということで残っている社員たちも不安なのだろう。俺だけ辞めることになり申し訳ないとも思ったが、もうあの二人の姿勢が変わらない以上、今の辛い状況のまま耐えられる自信がない。正直、会社を辞めていいとなった時、どこかほっとしてしまった自分がいたのだ。先に辞めちゃってごめんな。みんな無理せずにな。残っている社員たちに対し申し訳ない気持ちを抱えながらも俺は会社を去った。もうこの会社に関わることもないだろう。そう思っていたのだが、予想していなかったことが起きた。俺が仕事を辞めてからというものの、毎日会社から着信が入っているのだ。今日もかよ。俺はもう小暮社長と関わりたくない。毎日来る連絡を俺は出ることなく無視し続けた。さて、会社を退職してから3週間が経過した。俺は今、前の会社へと向かっている。またこの会社の敷地に足を踏み入れるだなんて、俺は辞めるとき思ってもいなかった。仲間と俺を理不尽な理由でクビにした小暮社長も、俺を年寄りだとバカにしたみゆきさんにも、もう二度と会いたくなかったのだが、俺はとある理由があって小暮社長のもとへと足を運んだ。さて、なかなか来ないな。会議室に通され、小暮社長が来ると言われて待っているのだが、なかなか小暮社長は来ない。お待たせいたしました。30分以上が経過して、ようやく会議室の扉が開いた。俺に声をかけてきた小暮社長の秘書の横には、不機嫌そうに仁王立ちしている小暮社長がいる。今さら老いぼれじじいが何の用だ。もう頼まれても雇ったりはしないからな。はは、それはこちらも願い下げですよ。おめでたい頭だ。俺がまた会社で働きたいと懇願しに来たと思ったらしい。今回会社に来たのはそんな要件ではないですよ。不当解雇であなた方を訴えるためです。そう、俺は不当な理由で解雇されたため、その件を訴えることに決めたのだ。不当解雇？訴える？お前が？あんたみたいな枯れた老人が一人で会社と戦うなんて無理無理。小暮社長は俺の決意をバカにするかのようにそう言ってきた。いつ俺が一人で戦うと言いましたか？なんだと？俺の言葉に間抜けな声を出す小暮社長。元から俺は一人で小暮社長と戦うつもりでここに来たわけではない。そこで俺は秘書へと目配せした。すると秘書が大量の書類を小暮社長の前に広げる。なんだ、こんな書類をいきなり広げて。これは今まで俺と同じように不当な理由で解雇された従業員たちの連番状ですよ。みんなあなたを訴えるそうですよ。あいつらと結託したのか？俺一人が相手だと思い余裕の表情だった小暮社長も、今まで解雇した従業員たちと戦うとなると分が悪いことは理解しているらしい。今まで自分でしてきたことが悪いことだとは思っているのだろう。俺が仕事を辞めた後、連日しつこいくらい会社から電話が来ていた。最初こそ無視していたものの、さすがにあまりにもしつこく一度電話に出たのだ。会社を解雇した俺に何の用ですか？苛立って電話に出ると、俺に電話をかけてきたのは小暮社長ではなく秘書だった。お久しぶりです。何度も連絡をしてしまい申し訳ありません。どうしたんですか？小暮社長ではなかったことで俺の苛立ちは落ち着き、秘書から話を聞くことにした。どうやら秘書は以前から小暮社長のやり方に危機感を覚えていたらしい。
しかし秘書が進言しても小暮社長は聞く耳を持たなかった。そこで秘書は俺を含め解雇された人たちに独自でアポを取り、みんなで小暮社長を訴える計画をしていたという。は、お前もあいつらも年寄りなんだから解雇されて当然だろう。なんだよ、訴えるだなんて、そんなのお前らが勝てるわけないだろ。連番状を見た小暮社長はうろたえたか反省するという気持ちは全くないようだ。正直俺らが全員で訴えたら俺らが勝つだろう。しかし小暮社長は自分の非を認めたくないのか必死で強がっている。俺らを解雇したことに対する謝罪は一切ない。それどころか開き直って反論してくる始末だ。小暮社長、本当に当然のことだと思っているのですか？あなたの今までの言動は到底許されるものではないと思いますが。許されない？そんなことあるわけないだろ。お前らみたいな生産性のない年寄り、会社に不利益しか与えないじゃないか。小暮社長、こちらをご覧ください。憤慨する社長の前に秘書が再び書類を広げる。ストライキ？なんだよこれ。小暮社長は今度はそれを見てすっとんきょうな声を上げた。俺が会社を辞めるとき多くの人が悲しんでくれたが、その人たちが行動を起こしてくれたのである。書類には俺の解雇に抗議をするため現場の製造ラインの社員たちがストライキをするという旨が書かれている。残った人たちを巻き込んでしまったことは申し訳ないのだが、みんなが辞めていった俺たちのために力を貸してくれたことが嬉しい。残った従業員たちは俺たちが辞めさせられるのを今まで散々見てきた。かなり小暮社長に対する不信感が強くなっていたのだ。この調子だと会社が機能しなくなりそうですね。畠山、お前。淡々と社長に語りかける俺とは対照的に小暮社長は怒りで体を震わせている。怒りを俺に向けるのは間違っている。今こうなっているのは小暮社長が理不尽な理由で俺たちを解雇したことが原因なのだから。その瞬間、会議室のドアが開いた。そして会議室に現場の人間が続々と入ってくる。は？お前たち一体何なんだ？急の出来事に怒りで頭がいっぱいだった小暮社長も状況が把握できず戸惑っている。畠山さんを解雇だなんて現場がまともに稼働するわけないじゃないですか。小暮社長は現場のことを何一つ分かってません。そもそもあなたの娘のみゆきさんでしたっけ？全然仕事しないんですけどどういうことですか？彼女は会社に遊びに来てるんですか？いきなり社長室に入ってきた従業員は俺の解雇に対する抗議や全く仕事ができないみゆきさんへの不満を次々に口にした。まあお前たち落ち着けよ。さすがの小暮社長も従業員たちに囲まれて正論をぶつけられ返答に困り従業員たちをなだめる。落ち着いていられませんよ。畠山さんの解雇を取り消してください。わかったよ。従業員たちの勢いに押され今まで不遜な態度をとっていた小暮社長も俺の解雇を取り消すことを認めた。畠山悪かったよ。俺はちょっとお前を勘違いしていただけなんだ。戻ってこいよ。小暮社長はどうにも緊迫感のないヘラヘラした態度で俺に戻ってこいという。辞めさせたことを反省していないのは明らかだ。小暮社長、そんな言葉で俺が戻ってくるとでも。俺は小暮社長がいる限り会社に戻る気はありません。小暮社長には散々ひどい扱いも受けたし暴言も吐かれた。この勢いで俺が会社に戻ったって小暮社長たちが好き勝手し従業員である俺たちがその尻拭いをするだけの日々が戻ってくるだろう。
今の会社のままでは俺は会社に戻りたいと思えない。畠山さんが戻ってこないんだったらストライキは続行っすね。そうだな。従業員たちの会話を聞き、さっきまで余裕を見せていた小暮社長は顔を青くし焦り出す。畠山、悪かったよ。俺が本当に悪かったから、どうか戻ってきてくれ。俺に戻ってきてもらわなければストライキが行われ、会社は正常に稼働しないからだろう。小暮社長は今までにないくらい謝罪を繰り返し、どうにか俺に戻ってきてもらおうとしているようだ。ここまで必死な小暮社長は今まで見たことがない。しかし俺の気持ちはそんな小暮社長の姿を見ても全く変わらない。小暮社長、もう遅いんですよ。俺は戻りません。失礼します。懇願する小暮社長に対し、俺は断固拒否してその場から退出した。部屋から出た後、小暮社長が従業員たちに仕事をするように懇願していた声が聞こえる。声色だけ聞くと少し不憫にも感じてしまうが、今までしてきたことを考えれば自業自得だろう。この調子だと現場のメンバーたちはこのままストライキを起こすだろう。後日、秘書から来た連絡で知ったのだが、俺が会社に戻らなかったことで結局ストライキは決行されたらしい。現場で働く製造ラインの社員たちが働いてくれなければ会社の製品を作ることはできない。もうどうしようもなくなり、このままでは会社の存続も危ういということで、秘書が本社に対して現状と今まであったことを包み隠さず報告したそうだ。それにより今まで小暮社長がしていた行為が全て明るみに出る。親会社の社長である小暮社長の叔父もさすがに激怒したようだ。小暮社長は不当解雇の件と現場で起きたストライキの責任を問われ、あっという間に解雇されたという。解雇だけならまだマシだったが、ストライキによって会社に大きな損失が出てしまった。その損失の賠償も小暮社長が支払うことになったようだ。ちなみに娘のみゆきさんも相当評判は悪かったらしく、小暮社長と一緒に解雇された。海外留学をしており、英語ができるという話だったが、ほぼ遊びに行っただけのような留学で日常会話すら怪しかったという。仕事をする意欲も全くなかったらしく、ほとんどの時間をスマホいじりに使い、あとは意中の男性に媚びを売るだけしかしていなかったという。お荷物の2人が会社からいなくなり、不当解雇された従業員たちは会社に呼び戻された。畠山さん、戻ってきてくださいよ。もちろんだ。またみんなで頑張ろうな。小暮社長たちがいなくなった今、会社に戻らない理由はない。また俺たちの会社に平和が訪れた。俺のために会社のみんなは体を張ってくれた。そんなみんなのために俺はこれからも頑張っていかなければならない。これからもみんなと力を合わせて会社を盛り上げられるようにしていきたいと思う。